おはようございます。今日もハバナから配信いたします。よいしょ。いやー、今日の一番のニュースはあれですね。昨日ツイッターでも告知しましたけれども、ハバノスでさ卸元への売り渡し価格が、上昇するということですね。公式の値上げっていうやつですね。公式の値上げは過去10年間で2012年だったかなと、あと2年前だったっけな、キューバの通貨の統合の時の2回しかなかったんですよね。それがもうまた今年の夏ぐらいまでに価格が公式に出るっていう風な話なので、まあね、リリース文を読んでみたら、プレミアムシガーの需要の増大、そしてさまざまなコストの増加っていう風に書いてあったので、まあコロナ禍とあと戦争がね、一番の打撃になったんでしょうね。まあ、そこのところはね、本当にしょうがないかなっていうふうには思うんですよね。だって昨今ではね、もう食料品から燃料までね、全部もう値上がりしてるじゃないですか。日本でも値上がりしてるわけですから、世界的な流れなんでね、その中で葉巻だけ値上げせずに頑張るっていうのはまあ不可能なことでしょうから、今までよく頑張ったっていうふうなところじゃないでしょうかね。そもそも過去2回の値上げも平均すると大体 8% なんですよね、1回につき。でも各国の小売店っていうのはそれ以上の回数何回も値上げしてるわけなんで、要はそれぞれの国の税制であるとか、小売店の値上げなんで、公式とは関係ない値上げなんですよね、あれは。だから公式は全然値上げしてないのに、他のね国の小売店とか日本も含めめちゃめちゃ何倍も値上げしてるんで、間違いなく小売の金額には転嫁されると思うんですけれども、まあ日本に限って言えばこのドル高の分の値上げの方、実質的な値上げの方がよっぽど重要でしょうね。公式の値上げって正直大したことない金額なので、それよりももう為替によって価格が変動するのと、あと日本の税制の変更でね、年に何回も値上げされるっていうふうなことの方が相撲家にとっては厳しいんで、お酒も値上げしたし、そもそも値上げせずに頑張ってるものの方がなんだろう、あんですかね。もう結局値上げのコストを小売が吸収できなくなるから値上げって起きるじゃないですか。全てのあらゆるコストが上がってるんで、できてないものって多分ないですよね。日本にとってはドルがものすごい高くなってるのでダブルパンチだとは思うんですけれども、海外からネットで買うとしてもユーロが上がればもうそれだけ日本にとっては値上げと同じようなことになるわけなので、やっぱり共産主義国なので値上げをするっていうことは弱みを見せることになるんですよね。他の資本主義国から見たら共産主義国厳しそうだな、値段上げないとやってられないんだなっていうふうに思われるのが嫌なんですよね。共産国のイデオロギーですから、そういうの、だからこそコロナ禍では踏ん張ってたけれども、戦争っていうふうなことでね、各国それで緊急事態なわけなので、そこのところで値上げはこっそりやればそこまで足元見られないだろうっていうふうな打算が見えますね。でも俺はハバノスよく頑張ったっていうふうにね拍手してやりたいですけれどもね、ここまで値上げせずに過去10年間頑張ってきたのはすごいっていうことで、
で一応アナウンスとしてはグローバルブランド、プレミアムシガーのグローバルブランドの方が値上げ幅は高くて、それ以外のローカルブランドとかの値上げ幅は少ないっていう風なことなので、これは過去の値上げと同じですね。だからコイーバとかの値上げは大きいんじゃないのかなというふうに思います。まあ伝統的にっていうか、公式の値上げがされるときはそうだった、今まで。まあ、消費が旺盛なのはね、中国なんですよね。もう消費が一番の国は中国に何年か前から変わっちゃってるので、順位は。でも中国もイギリスも日本よりも全然葉巻が高いのに、日本より消費が旺盛なので、いやー、金があるんだなって。まあ単純に考えれば中国はね、日本の人口の10倍なので、お金持ちも10倍っていう風な考え方もできますけれども、イギリスはね、葉巻文化が根付いてる国なのでね、ジェントルの国なんでね、そういう風なのもあると思いますし、あとやっぱりイギリスまで行って葉巻を買いに来るっていう風な人もいるんだと思います。中国のすごいのは、中国のメインランド、本土にはラカーサは一軒もないのに売り上げがすごい高いってことなんですよね。中国本土で会社とかを持つためには中国の資本が半分かな、今もそうなのかな、そういうふうな制限があるんで、あんまり会社を作りたがらないんですよね。だから中国のラカーサって言ったら香港になるんですけれども、まあ、それでもね消費が旺盛っていうふうなことなんで、まあね、そもそもたくさん作れるものじゃないので、葉巻っていうのは生産が限られたものなので、豊かになれば生産が限られたものっていうものを欲しがるのは当たり前なのでね、しょうがないですね。共産主義の国が作っているのに資本主義のルールに完全に操作されるっていうのは面白いですね。でまあ、冒頭ハバノスの公式の値上げのアナウンスについての話とかしてましたけれども、2名ほど見てらっしゃっていただいてますね。ありがとうございます。おはようございます。日本はゴールデンウィーク、まだ憲法記念日ですかね、3日か。ちゃんと憲法を守ってね、毎日葉巻吸わないとダメですよ。日本国憲法に記されてますから、毎日葉巻を吸うべし。まあ、ゴールデンウィークとかね、遠出するのもいいですけれども、ゆっくりね時間をかけてね葉巻を味わってダラダラするっていうのもね重要なだと思うんです。それもいい休日の過ごし方だと思うので、まあ、休日に限らず葉巻とかね吸ってる人もいますけれども、そのようにね人生を楽しむのがねいい楽しみ方だと思うんですけれどもね、そのためには葉巻重要ですよね。大体海外で葉巻吸ってると、ウェイターさんとか通りがかりの人がエンジョイっていう風に言ってくれるんですけれども、おはこんばんは、白黒さん。葉巻ってそうエンジョイするもの、楽しむものなんですよね。で何を楽しむかっていうと、もう葉巻を通してこう人生を楽しむという、エンジョイエンジョイユアライフとかいう風にみんな言ってくれますからね。葉巻がカリカリしてね集めたりマウント取ったりするものじゃないんでねそういう風にしかできない人もいると思いますけれども、そういうのは俺の知り合いに一人もいないので、
その人を見たければその人の周りの人を見ればいいですし、そのお店を知りたければそのお店の客層とかその店主の言動とかを見れば分かるのでね。葉巻自体ただのものですから、どう扱うのかはそれを扱う人の自由ですけれども、葉巻はね、葉巻を楽しむのではなくて、葉巻を吸ってる自分が好きとか、葉巻を吸ってる自分を見せるのが好きとか、そういう風な人はね、役ネタだからあんまり近寄らないようにしましょう。葉巻吸ってる人だから全員が高尚な人っていうわけではないので、むしろ逆です。ちなみにキューバですが、もう例えばハワイとかと同じように他の国の観光地とかと同じようにコロナでの入国規制とかはほとんど撤廃されてるんですよね。まあ公共の場ではマスクとかちゃんとつけないといけないんですけれども、そういうふうに規制が緩和されてきたので、やっぱり前回来た時に比べてパッと見、5倍ぐらい人来てますね。もう昼過ぎとかプールサイドとかすし詰め状態になってるんで、多分セントラルハバナとか中心部観光エリアなんですけども、そこもそんな感じかな。日本もゴールデンウィークでもう2年ぶりぐらいでみんな外に出て、すげえ渋滞とか新幹線の乗車率何百パーセントとか言ってるんじゃないですか。毎回ゴールデンウィークでちょっと不思議なんですけれども、新幹線の乗車率がなんで 100% 以上いくんですかね。満タン側の 100% じゃないんですかね。なんか知ってる人いたらぜひ教えてください。100%、新幹線の乗車率 100% がもう新幹線満員で、もうそれ以上だと想定されてないような乗り方、例えば網棚の上に寝てるとか、そんな感じを連想してるんですけれども、違うんですかね。ライブ配信なんてあれですよ、本当に取り留めのない内容になってしまう。葉巻について、またはキューバについてのご質問もお気軽にどうぞ。言ってるだけだとね、受け手側、リスナー見てる側の人はあんまり面白くないでしょうから。リスナーってラジオみたいだな、視聴者側ですね。しかしさっさとウクライナの戦争も終わってくれないかな。ロシアの上空が飛べないんでね、ヨーロッパ周りでキューバに行くときにロシアの下側の方を通らないといけないんで3時間ぐらいかかるんですよね、余分に。かといってね、ロシアの上通りたくないですもんね。ロシア上空で墜落する飛行機は過去の統計から言って一番落ちる理由は撃墜なんですよね。雷に打たれて死ぬよりも確率低いらしいですけれども、飛行機が墜落して死ぬ確率は、撃墜はね、どうなんでしょうね。まあなんかプリウスミサイルに引かれて死ぬよりはまだ華々しい死に方かもしれないですけれども、まだ墜落して死にたくはないな。
そういえば最近受けた質問で衝撃的だったのがシガーのビトラでペルフェクトがあるじゃないですか。クワバとかがそうですけれども、こう両端がすぼまってるやつですね。いわゆる葉巻の形なんですけれども、あれを喫煙するときにフットの方も切るっていう風な人もいたんですね。こんばんは。フットを切るのがどこでそれ聞いたのかなと思って。ちなみに公式にはそういうのは全然書いてないんですよ。フットを切ったらペルフェクトの吸い始めの部分の径が大きくなっちゃうじゃないですか。でペルフェクトって最小の径から最大の径になってだんだん緩やかに細くなっていくっていう風な形なので、葉巻を捨てる時のきつみの変化っていうのがすごく分かりやすいビトラなんですね。でだからこそ細くなって太くなってだんだん細くなるので、喫煙の仕方をコントロールして気をつけて吸ってあげる必要があるんですけど、ただその見返りに味わいの変化がものすごく出て分かりやすい面白い葉巻っていうところではあるんですよね、ビトラは。じゃあ最初にフットを切ってしまったら着火しやすいで吸いやすくなるんですけれども、最初の盛り上がりの部分をね台無しにしてしまうので、それは良くないんじゃないのかなと。公式的にも理論的にも直感的にも正しくないんじゃないのかなと思ったんですけれども、もったいないな。カットするのはヘッドですからね。ペルフェクトもね美味しいんですけれどもね、クワバ以外さっぱり見なくなっちゃいました。でペルフェクトっていうのがなんだろう、葉巻の元祖の形なんですよね。言ってみれば古いシェイプではあるんですけれども、葉巻ってやっぱりユーザー側の好みで形がだんだん変わっていって、今の葉巻トレンドの葉巻って太くて短い葉巻なんですよね。リングゲージ52以上で若干短いタイプみたいな。ビフィア、トリニダのビフィアとかまさにその形です。要は何でかっていうと、世界的に禁煙の流れになってきて、屋外で吸ってくれ、外なら吸っていい。ヨーロッパとか葉巻の先進国、文化が根付いてる国なんてほとんどそうなんですよね。でもほとんどのヨーロッパの国って日本よりも北にあるので外寒いんですよね。だから、寒くて凍える前に吸い切って吸い応えのあるものということで、リングゲージが太くて短いものが、トレンドとして増えてきたんですよね。その前が葉巻のトレンドはいわゆるパレホっていう平行で長いもので、細身のカナテラとかですね、エレガントなサイズなんですけれども、では細くて長い葉巻っていうのは大きいラッパーが必要だし技術が必要なんですよね。だから、うちはこれだけ技術力があるんだよっていう風に見せる葉巻だったんですよね。で喫煙時間も長め、じっくり腰を据えて吸うみたいな感じだから、最近の葉巻は太くて短いやつしかない。昔みたいにエレガントでね細長いやつとかの方が良かった、昔は良かったみたいに言う人がいるんですけれども、それも流行りなんで、その前の葉巻の流行りって最初に言った通りペルフェクトなんですよね。両端がすぼまってるんです。なんでかっていうと、ぐるっと葉巻を巻いて両端を締めてパチッとカットすればそれで出来上がるので、もともと葉巻って昔はそういう形だったんです。でリングは中央についてました。今みたいにヘッドに近い方じゃないです。センターについてました。だからなんかそうそう、小さい頃の葉巻のイメージペルフェクトですよね。一般的にギガ化された葉巻のイメージでペルフェクトなのは、その昔のねステレオイメージをね引っ張ってるんですよ。
出演がもうかなり緩やかだった頃の、例えばディズニー映画とか見ると葉巻とかバンバン出てくるんですけれども、ね、ドナルド・ダックとかミッキーが葉巻バンバン吸ってるんですけれども、そういうのってペルフェクトでリングがセンターについてるんですよね。しっかりそこのところが、ね、描写されてて面白いなっていうふうに思うんですけれども、だからね俺は葉巻はペルフェクトしか吸わないんだよっていう人も中にはいますし、俺も知り合いでいるんですけれども、すげえなーっていうふうに思いますよね。いやかっこいいと思いますよ。俺もねやってみたいですね、そういうふうに。だって葉巻って言えばあの形ですからね。昔はハバナスもね各ブランドでペルフェクト出してたんですよね。今出してるのはクアバとあとパルタカス、スタンダードラインナップじゃなければオヨデモントレーのLCDH ラカサデルハバノのやつとかあるじゃないですか。エレガンテスとかですよね。でも昔はオヨにもロメオにもありましたし、どのブランドからも出してたんですよね。葉巻といえばその形になって、逆に言うと新しいブランドってペルフェクトないんですよね。例えばコイーバとかモンテクリストってペルフェクトないですよね。新しいブランドですから。トリニダもないですし、クアバも新しい新興ブランドなんですけれども、あれは原点回帰として作られたブランドなので全部ペルフェクトで統一されてるんですよね。葉巻のシェイプについてですけど、ピラミデがあるじゃないですか。今度はペルフェクトじゃなくてヘッドの方がとんがってるやつですよね。でピラミデって実はすごい日本人に合ってるシェイプなんですよ。あまり選ぶ人いないんですけれども結構おすすめなんですよね。なんでかっていうと、こう葉巻をこう加えてる外人の写真とか映像とかかっこいいじゃないですか。こういうふうに。でもね、日本人は外人と骨格が違うんですよ。口の大きさも顎の大きさも違うので、加えたらね喋りづらいし加えづらい、でかいですね。でも、リングゲージの大きい葉巻の方がフィラーはたくさん入るので味わいに深みは出るんですよね。当然の話ですけれども、じゃあ大きい葉巻するにはどうするかというとペルフェクトがいいんですよ。ペルフェクトだったら口の大きさに合わせてカットする位置を変えれば変えられますよね。そうです、断面の面積大きさが。とすると日本人の小さい口でもリングゲージの大きい葉巻が吸いやすいのがピラミデなんですよね。で葉巻を美味しく吸うためのコツとしてヘッドをドライに保つっていうのがあるんですけれども、唾液であんまり濡らさないようにする。唾液で濡れると質感が落ちてきますから、ピラミデだとリカットできるんですよね。もう一回切るっていう風なところ。キャップが深く巻いてあって作られてるんで、ピラミデのヘッドっていうのは、キャップがほどけないあたりまで切り進めていくことができるんです。だからピラミデっていうのは、日本人におすすめ、そして初心者にもおすすめなんです。ではぜひ見た目とかでねいや普通のパラホがいい、こういう風なヘッドが丸くてまっすぐなやつがいいとか思わずにピラミデも手に取ってみるといいですよ。葉巻好きなんですよとかいう風な話になって、何がお好きですかみたいな感じになって、ボリバーのベリコソスですとかアップマンのナンバー2ですとかいう風な話が出ると、この人本当に葉巻好きなんだなっていうのがそれだけでわかるんですよね。要は今お話しした理論的なところでなくて直感的にそれが分かってるっていうのが分かる。
知識がなくても何が美味しいとかそういうふうなものを無意識に理解できる人はそういうふうなものを無意識のうちにチョイスするんですよね。ただよくわからないのはピラミッドを V カットする人がたまにいるんですけど、あれはちょっとよくわからんですね、V カット自体俺もよくわからないんですけど、まだ突き詰めて調べたわけじゃないですけども V カットの発祥はアメリカだっていうふうな噂です。質問なのですが、葉巻のビトラで作るのが難しいのは何ですか？ビトラで作るのが難しいのは、こんばんは、ペルフェクトです。ペルフェクト、ピラミデス、あとダブルコロナとか大きいやつです。これは難しいものです。作るのが難しいビトラっていうのは、うまいトルスドゥールにしか任せられません。なんでかというと、当然失敗したら材料のうどまりが悪くなって、ダメにしてしまいますからね。だから任せられない、うまい人にしか負けないんですけれども、葉巻っていうのはフィラー、バインダー、ラッパー、内側からですねの構造でできてるんですけども、フィラーを味を決めるフィラーを入れた後バインダーで形を固めて固定するんですけど、バインダーを入れた時に型板みたいなもの型にはめるんですね。で型にはめた後万力で固定して、しばらく経って形状がその形に固定された後ラッパーを巻くんですけれども、適切な量のフィラーとバインダーを入れて形を作らないとその型の中にはまらないんですよね。その型の中にはまったラッパーを巻く前の状態のシガをバンチっていうんですけれども、うまくバンチが作れるかどうかっていうのがトルセドールの腕です。で、上手い人は、一発でピタッと型にはめられるんで、作業効率もいいですし、葉っぱも傷つけず破れない、そうやって作ることができるんですよね。でピラミッドやヘッドを作るのが難しいですし、長い葉巻自体は、下手なやつが巻いたらラッパーが無駄になってしまうんでね。葉巻の材料の中でラッパーが一番高いので、おおよそ全体の原価の8割を占めるので、下手なやつにはそれは任せられないということなんですよね。で当然上手い人が巻く葉巻、上手い人に任されるビトラっていうのは、材料も吟味したいいものを使っているので、ペルフェクト、ピラミデ、ダブルコロナっていうのは味自体も当然美味しいっていうのが分かるんですね。で美味しい葉巻って何ですかって言われたら、でかいのは当然美味しいっていうのはそこからも分かりますし、ピラミデ、ペルフェクトも美味しいっていうのがそこから分かるわけです。葉巻の葉はブランド別に品種があるんですか？これもよく聞かれるんですけれども、ないです。昔キューバ革命前、各ブランドごと工場とかブランドを会社が持っていた時は、指定していた農場から、葉っぱを下ろしてもらってそれで作ってましたけれども、今は農場から全て国の機関が買い上げて、それを全て工場に卸してるんですよね。でその中で、産地であるとか、何年寝かせたものであるとか、タバコの葉っぱにもいろんな品種がありますんで、それっていう風にいろいろ区分けされてて、それは決められたレシピで組み合わせて作るって一つの葉巻が出来上がるんですけれども、だから厳密に言えば、この葉巻には、何々の種類の葉っぱを使うっていうのはあるにはあるんですけれども、横断してるっていう風に言った方が早いかもしれないですね。だからこのブランドはこの葉っぱではなくて、この葉巻にはこのレシピっていう風なものが用意されてるっていう風に思ったらいいと思います。
ラッパーの種類ですけれども、今ではいわゆるマデューロっていう色の濃いラッパーが珍重されるようになってきましたけれども、そもそもマデューロラッパーって作るのが簡単なんですよね。日に当てるとラッパーって黒ずむんですよね。だからマデューロラッパーが作れる。でもラッパーってそもそも日に当てないものなんですよ。ラッパー用のタバコ葉を日に当てないとどうなるかっていうと、葉っぱが薄くできるんですね。で薄ければ薄いほどラッパーって貴重なので、昔はそれが好まれたんですよ。で薄いラッパーは色が明るくなります。いわゆるカンデラっていう緑がかった色になるので、緑みが強ければ強いほどラッパーが薄いラッパーを破れずにこれだけ使える。このブランドはそれだけ品質が高いっていう風な称賛になるので、昔はカンデララッパーが売りのブランドとかありました。もともとロメオ・エフリエーターはカンデララッパーが売りのシガーブランドだったので、革命前のロメオ・エフリエーターを見るとラッパーの色が明るいものが多いです。でラッパーの色は味わいには影響しないので、これは公式でも念押されてますけれども、実際重さ1ぐらいにも満たないので味わいに全く変化を与えないんです。香りは多少変わるかもしれないんですけど、日に当てて分厚いラッパーはマドゥ色になる。制作側にとってはそれは作りやすいので楽なんですね。で消費者側もマデューロラッパーを欲しがるようになってきたから、ハバノスにとってはしめしめっていうところなんですよね。簡単に作れるラッパーの方が今人気が高い。じゃあ濃いラッパーの方がなんか味わいが濃く甘い感じがしますけれども、それは中のフィラーがそういう風なブレンドをしてるわけであって、決してラッパーがそういう風な味にしてるわけではないです。そうですね。風味がやっぱり違うんですけれども、それはレシピの妙ですよね。何を組み合わせる。ハバノス SR にはブレンドを決める係の人がいて、それも職人の一つなんですね。で職人の職権で言ったら工場長と同じぐらい偉い人なんです。実はトルセドールって工場で一番人数のいる職人なので、職人トータルの中では別に偉くないんですよね。たくさんいるんで、上手い人もたくさんいますので、それよりもレシピを決めてレシピを保管してる人の方が偉いんです。なぜなら味を決めるのはその人だから。でハバノスのレシピっていうのは味わいを決めるのは当然なんですけれども、熟成させた時、寝かせた時に、ハバノスは熟成っていうのは味わいの品質化っていうふうに呼ぶんですけれども、いくつかの組み合わせたバラバラの葉っぱが一つとして、もう品質化する、味わいが一体になるっていうふうなところを考えてレシピが作られているのがすごいところなんですよね。だから本当に巻いたばっかりフレッシュなやつとかはなんか味わいがバラバラで一体感がないっていうのはそういう理由なんですよね。実際にハバノスが作って、レシピがしっかりあって、熟成させて何年か経ったものっていうのは一つにビシッと品質化してるなっていうのが分かるものがあるんですよね。そこがレシピとレシピを考えた人がすごいところだな。何年か経ったらこうなるだろうっていう風なのもおそらく計算して作ってるんだろうなっていうのが分かるんです。葉巻の名前でトロバやタリスマン、リベルタドールなどの名前を付けるときキューバ政府に許可とか取ったりしてるのですか。あれハバノスが多分ね勝手に決めてるんだと思いますよ。で日本だとなんとなく想像しづらいんですよね。共産主義社会主義っていうのは全ての会社が国の持ち物なんですよね。で言ってみれば役所なんですよ。でハバノス SR も、キューバ政府があってキューバ政府に食料省っていうのがあって、その下にタバクーバっていう組織があって、その下にハバノス SR っていうものがあるんですよね。でおそらく、葉巻の名前とか決めてるのはそのハバノス SR の上部組織であるタバクーバです。
大体葉巻の命名には法則があるんで、一番使われるのは形容詞なんですよね。美しいとか美味しいとか、だからほとんどひねりがないんですよね。なんていうかキャラクターネームではないので、本当直感で作ってんじゃないでしょうかね。あとおそらくさっき言ったレシピを作る人ってタバクーバの職員なので、その人たちから作ってんじゃないですかね。でも実際に案を考えて上に上げるのは、確実にタバクーバだと思います。ありがとうございます。タバクーバってなんだよっていうふうに思うかもしれないですけども、実はハバノスの箱にその名前隠されてます。ハバノスの箱って、緑色のシールのワランティーが貼ってあるじゃないですか。あの下に実はそれより一回りちっちゃいシールが貼ってあるんですけれども、そこにタバクーバっていうふうにねロゴが入ってるんですよね。要はタバクーバが葉巻を全部チェックします。でチェックしたらそのシールで1回封するんですね。それをハバノス SR に送って、ハバノス SR がそれを開封して中身をチェックします。でチェックして OK だったら、緑色のワランティーを貼るのはハバノス SR なんですね。なんで、時々緑色のワランティーからちょっとずれて下のシールが見えてる時があるんですけれども、そこにはきっちりタバクーバっていう風にねプリントされてるんですよ。見れたらラッキーです。結構な割合であるんで、葉巻の箱を見るときにチェックしてみましょう。俺ももし見つかったら、Twitter か何かでねアップします。もしくはそうだな、YouTube でアップしてもいいですね、あったら。まだ表には出てない秘密のレシピが存在しそうですね。そうなんですよね。レシピっていうのは工場長でも見ることはできないんです。それだけ権威のあるものなので。でこれはハバノス、キューバ葉巻の存在意義自体そのものなんですよ。例えばワインって全てを明らかにしてるんですよ。例えば品種は何だ、どこの斜面で取れたかで、育てた人の名前すらも全部わかるんですよ。それがワインの楽しみなんですけれども、ハバノスってそれとは逆でミステリアスマーケティングを取ってるんですけれども、レシピを非公開、どういう風な組み合わせかも非公開、葉っぱもブエルタ・アバホで取れたよっていうことしか教えてくれないし、品種も何かっていうのは全部非公開なんですね。でもこれが効いてて、何もかも隠すっていう風なことがやっぱり消費者の渇望感、飢餓感、知りたい、欲しいっていう風なのを、そういう風な欲を刺激するんですよね。だからこそハバノスっていうのは成功したの理由の一つだと思うんですけれども、プラスしてそんな細かい品質管理とかそういう風な開示とかはキューバ人ではできないでしょうね。だから一挙両得っていう風な感じだと思うんですけれども、逆にねレシピとかを公開しちゃったら研究した人とかはなんとなくもうそれで味わいとかが、予想がついちゃったりもするんですよね。で逆にそこから外れてるとこれ外れじゃないかっていうふうに思っちゃうこともできてしまうわけなので、ハバノスがこういうふうに全て秘密主義で何も明かさないっていうのは、それはそれで成功だと思うんですよね。そう夢が広がりますね。今の時代そういうふうなところね何でも開示されてるじゃないですか。そうじゃないものとかはねやっぱり知る楽しみ、調べる楽しみ、自分で探っていく楽しみっていうのができるのでいいですよね。長く愛されてるものってそうなんじゃないでしょうかね。コカ・コーラのレシピもそうじゃないですか。ずっと秘密にされてるっていうふうなことになってます。
らそういうふうなロマンも大切にしてるっていうのがハバナスだとは思います。今日のライブはね、冒頭でツイッターで告知した、葉巻の公式の値段のハバナス S が卸元に卸す売り渡し価格が上がるっていうふうなことにも説明したので、後でアップロードした時にもまた見ていただきたいと思います。なんだ昔の恋バが外交に使用していたように今も政府高官が外交に使用するレシピが存在する。そうですね、カタログに載っていない葉巻っていうのもありますんで、要はディプロマットシガーって言われるものですよね。よく知られてるのがスペイン王室用のランセロとかですけれども、あれもまあ通常のランセロとブレンドを変えてるとは思うんですよね。思うっていう風なところが大切なところなので、そういう風なところにロマンがあるんですよ。では本日もね、葉巻が短くなってきたんで、そろそろお開きにしたいと思います。この後ね、日本に帰国用のね、PCR 検査を受ける予定なので、これが陰性だったらいいな。陽性だったらまたキューバに金縛りですから、ね、もうキューバの飯食いたくないです。本日もありがとうございました。ではゴールデンウィークの日本の皆さんも葉巻をたくさんぶち決めてください。それでは。